今日はサクッとプリプリなエビマヨを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はサクサクプリプリなエビマヨを作りたいと思います。今回エビマヨを作っていくんですけれども、衣をサクッと仕上げる方法や、あとエビの下処理などいろいろご紹介していきます。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは材料を紹介します。まずですね、エビの下処理とあと下味をつける材料です。材料はこちらです。今回はね、バナメエビを使います。こちら殻付きです。あとは下処理するのにお水と片栗粉、そして下味つけるのに塩コショウです。そしてソースの材料はこちらです。マヨネーズ、卵黄、練乳、レモン汁、ケチャップ、塩コショウです。こちらの材料でエビマヨのソースを作っていきます。そして衣の材料はこちらです。片栗粉、卵白、サラダ油です。この衣にですね、卵白を入れていただくととても軽い感じのサクッとした衣に仕上がります。卵白今回 30g なんですけれども、こちら M サイズの卵白だいたい 30g 前後ですので、その卵白に合わせて片栗粉も同じ量入れてください。サラダ油はね、小さじ1杯で OK です。それでは早速こちらの材料で作っていきます。それではまずエビの殻むきと下処理とあと下味をつけていきます。今回殻付きのエビです。簡単な剥き方をご紹介します。上から3つ目の殻と4つ目の間に指を入れていただいて、このまま引っ張ります。はい、ここまで剥けたら尻尾の部分持っていただいてスッと抜くと、このようにエビの尻尾ごときれいに剥けます。でこちら側も同じように殻と身の間に指を入れていただいてスッと上にこう引っ張る感じですね。そうするとこのように綺麗に剥けます。であとこちらね、ついてる足は軽く引っ張っていただくとスッと取れます。はい、ではね、どんどん剥いていきます。でこのやり方ほんとすごく簡単なのでぜひやってみてください。でもう一個ね、剥き方があります。こっちの腹の部分片方だけ剥きます。はい、こんな感じで剥いていただいて、尻尾から2番目の部分ですね、ここを押さえていただいてくるっと剥きます。スッと。そうするとね、もう足まで綺麗に取れます。でこの尻尾の部分は開いていただいて、こう持ってスッと引っ張るだけで綺麗に取れます。どちらでもね、やりやすい方でやってみてください。はい、このように殻を剥きました。それではね、続きまして背わたを取っていきます。このお腹の方にもね、背わたみたいなのが入ってるんですけど、これは腹わたです。これはですね、神経なので臭みのもととか、あと味もしないものなので、気になる方はね、取っていただいてもいいんですけども、こちらをね、取らなくても OK です。ではね、背わただけ取っていきます。まずこの真ん中の背の部分に包丁で切れ込みを入れます。開いていただくと、このようにね、黒い筋が入ってます。こちらが背わたになります。包丁でも何でもいいのでこうやって取り除きましょう。ピッと。こちらが背わたです。でこれが臭みの原因になりますので、この背わたは必ず取るようにしてください。こんな感じで綺麗に取れました。それではね、同じように背わたを取っていきます。背わたを取りました。それではこのエビの臭みを取っていきます。片栗粉と水ですね。こちらでよく揉み込んでください。こうするとエビの汚れとか、あと臭みをね、取ることができます。はい、それではね、こちらを水洗いします。はい、こんな感じでね、かなり濁って汚れが出てます。これを水が透明になるまで洗っていきましょう。これで OK です。それではエビのね、水気を取ります。上からキッチンペーパーでしっかりと押さえて水気を取ります。エビの下処理はこれで OK です。それではエビに下味をつけます。ここに塩コショウですね。で軽く揉み込んでいただいて下味をつけておきましょう。はい、エビの下味はこれで OK です。続きましてエビマヨのソースを作っていきます。ボウルにマヨネーズ、そして練乳で、ここにケチャップですね。はい、今回ねケチャップ入れるんですけど、ケチャップの代わりにチリソース入れても美味しいので、もしねチリソースある方はぜひやってみてください。そしてここにレモン汁、塩コショウ1つまみです。でこちらを混ぜます。
そして最後に今回の味の決め手、卵黄です。この卵黄を入れるだけでソースがすごく濃厚になります。で、この卵黄なんですけども、この茶こしでこしていただくと卵黄膜とか辛さを取り除くことができますので、ちょっとね、一手間なんですけれども、もしね、時間がある時はやってみてください。そこまで気になるわけではないと思いますので、そのまま入れていただいても OK です。で、こちらをこして入れます。このね、卵黄を加えるだけでソースがね、ほんと濃厚になりますので、ぜひ卵黄を入れてみてください。このようにね、辛さとか卵黄膜取り除くことができます。それではよく混ぜます。はい、これでエビマヨのソースは完成です。生の卵黄が入ってますので、使うまでラップをして、で、冷蔵庫にしまっておきましょう。それでは続いて衣を作っていきます。で、今回衣には卵白を入れます。この卵白を入れるだけで衣がサクッと仕上がります。ではまずボウルに卵白を入れましょう。そしてこの中に片栗粉です。あとサラダ油。はい。これでよく混ぜます。最初はね、少しダマっぽくなってしまうんですけれども、きちんと混ぜるとこのようにね、とろっとした衣になります。衣はこれで OK です。それではここに下味をつけておいたエビを入れます。はい、エビを入れます。そして衣を絡めましょう。あとはこちらを油で揚げていきます。それでは油で揚げていきます。で、油をですね、フライパンの底からだいたい1センチから2センチほど入れてください。そうしましたら火にかけて、それでは油が160度から170度くらいになるまで火にかけて油を温めます。油の温度が170度くらいになりました。目安としては箸を入れていただいて、この箸の先から細かい泡がプクプクプクと出てくれば OK です。それではね、エビを揚げていきます。カラッと揚げていきます。箸で触った時に衣がね、硬くなってれば OK です。そしたら火を止めて取り出します。それではエビを絡めます。衣がサクサクしてますね。ソースを絡めましょう。はい、こんな感じで仕上がりました。それではお皿に盛ります。はい、これでプリップリのエビマヨの完成です。そんな感じに仕上がってます。彩りにですね、パセリとパプリカパウダーをかけました。こちらはお好みで OK です。それではいただきたいと思います。美味しそうに仕上がりました。エビがね、プリップリして美味しそうですね。いただきます。エビがプリップリですごく美味しいです。絡めたソースも卵黄が入っているのでとても濃厚です。美味しい。今日も美味しく仕上がりました。エビマヨのポイントです。まずエビを剥く時のポイントなんですけれども、今回はね、剥き方2種類ご紹介しました。こちらはやりやすい方でやってみてください。そしてですね、エビや背わたは必ず取るようにしてください。この背中に入っている綿が臭みの原因になります。背わたを取っていただいたら、片栗粉とお水でよく揉んでいただいて、その後しっかり水がね、透明になるまで水洗いしてください。そうするとね、臭みがないとても美味しいエビに仕上がります。で、あとですね、今回私は殻付きのエビを使ったんですけれども、殻が剥いてあって下処理もされているエビもありますので、そういったものを使っていただくとより時短で作ることができます。そして衣のポイントです。今回ですね、衣には卵白を加えました。で、卵白を加えることで口当たりの軽い衣に仕上がります。そしてソースのポイントです。ソースには今回卵黄を入れてます。この卵黄を加えるだけでソースの味がぐっと濃厚になってコクも出てすごく美味しくなります。で、あと揚げる時のポイントなんですけれども、だいたい160度から170度くらいの温度で3分から5分ほど衣がカリッとするまで揚げてみてください。で、その後油をね、3分から5分ほど切っていただいて、そしてソースとよく絡めて召し上がってください。お弁当のおかず、おつまみ、普段のおかずにもぴったりかなと思います。すごく簡単で美味しいのでぜひ作ってみてください。
今日はプリプリのエビマヨを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしてますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。